これは初めてのパターンですね。コストパフォーマンスで考えるなら、リンダキューブは購入を考えてもいいと思います。どうも皆様こんにちは、遊びとしーです。今回は Amazon で購入できる 4×4 キューブのレビュー動画です。2つ前の動画では Amazon で販売されているユーザーレビューが 4.5、Amazon おすすめ商品順で上位に並ぶキューブをレビューしました。1つ前の動画ではその条件に磁石入りを加えたキューブを2つ紹介しました。今回は検索方法を価格の低い順にして上位に並ぶキューブの中でユーザーレビューが多くつけられている、つまり購入者が多いキューブを2個購入してみましたので、実際に触ってみようと思います。前の動画で紹介してきたキューブとの比較も行いますので、前の動画から見てるよという方はより楽しんでいただけると思います。動画詳細文に今回紹介する商品の URL を貼っておりますので、詳しい情報はそちらからご覧ください。今回紹介するキューブはこちら、HJXDJP とリンダです。両方ともキューブ専用の名称はなく、販売元の企業名がそのままキューブの名前になっています。どちらもキューブ専門店などでは見かけないブランドで、今まで僕が紹介してきたキューブにもない初めて見るブランドになります。ストアに掲載されている情報をまとめてみました。HJXD キューブはコーナーカットができる構造、引っかかりが少ない製品に仕上がっているようです。また購入した人のレビューによると、このキューブはチーセール 4×4 であるとの書き込みがありました。チーというブランドはルービックキューブの世界でもかなり有名で、専門店でも必ず扱われているくらいにいい性能のキューブを多数製造しています。今まで紹介してきたキューブにも GE 製のものはたくさんあって、そのほとんどが回し心地のいい使いやすいキューブばかりでした。確かに今回購入したキューブにも GE のロゴマークが入っています。ですのでこの動画ではこのキューブを GE セール 4×4 として扱い、大きさや重さもその情報を使うことにします。チーという有名な名前を伏せて販売する意図は分かりませんが、これは初めてのパターンですね。もう一つのリンダキューブはコーナーカットができるよう加工済み、引っかかりも少なく蛍光ステッカーを使用していて色が鮮やかという特徴があるみたいです。気になったのは購入した方々からのレビューでピースが外れたという報告が複数人から届いている点です。耐久性はもしかするとそこまで高くないのかもしれません。このキューブだけ届いた時に箱の一部が破れていました。中身に影響はないと思いますが、気になっちゃいますよね。基本スペックの比較です。セールは999円、リンダは1080円です。大きさと重さはセールが 65.5mm、177g、リンダは表記なしでした。実際に持ってみると、リンダキューブの方がやや軽いです。3個前の動画で紹介したモーユーキューブ、これよりも若干重たいので、だいたい 100g 前後かと思います。結構軽いですね。大きさはほんのわずかにリンダキューブが小さいです。4×4 全体で比較すると、セールはサイズも大きく重たいキューブ、リンダは軽いキューブに分類されます。それでは実際に回してみましょう。まずはセールから。これはおすすめできないですね。いいポイントが値段だけかもしれません。回し心地は普通です。若干硬さはありますが、スルスル回すことができます。ただ、めちゃくちゃ引っかかりやすいです。キューブ全体が柔らかいので、他の層もぐにっとねじれてしまって、うまく回すことができませんでした。回した時の音は小さめです。
ピースの擦れる音かな。それの音が聞こえているだけで、内部構造からは音がしないです。コーナーカット、リバースコーナーカットもほとんどありません。100円ショップのキューブとまでは言いませんが、安物のキューブにありがちな回すことはできるけど、揃えるのは向いていないタイプです。これを使っていると、6面揃えるまでに2分以上遅くなってしまったので、購入は避けた方がいいと思います。リンダキューブの方も回してみましょう。セイルよりはマシ。いいキューブではないです。回し心地は軽めでした。セイルよりもカラカラ回すことができます。しかし、こちらのキューブも引っかかりますね。ルービックキューブの解き方は、一連の流れに合わせて複数回一気に回すことを繰り返すのですが、その流れの途中途中で突っかかってしまうのがストレスに感じました。こちらのキューブの音は大きめです。ピースと内部構造がぶつかってカシャカシャ音が鳴っているようですね。意外でしたが、コーナーカット、リバースコーナーカットはあります。ただ、これは一つ前の動画で話したように、ピースの外れやすさを犠牲にしてコーナーカットを生み出す方法を使っているので、キューブをねじった時にピース同士の隙間が大きく開いてしまいます。回す勢いでこの状態になってしまうと、ここからピースが外れてしまう可能性は高いです。販売元が掲載していたステッカーの色鮮やかさについては本当でした。全部ではないのですが、オレンジ、青、黄色のステッカーはやや明るめの色合いのステッカーが使われています。2つ前の動画で紹介した Amazon おすすめ商品上位に並ぶ磁石なしキューブ2個、ファインドベターとファブニックも比べて比較すると、まず回し心地はセイルが一番重たく、ファブニックが一番軽いです。リンダキューブはちょうどその間に収まります。回している時の引っかかりやすさは、セイルが引っかかりやすく、リンダが引っかかりにくいです。個人的にファインドベターやファブニックよりもリンダを評価した理由は、キューブの大きさと構造にあります。実はリンダはこの2つよりも少し大きさが小さいです。見た目は大して変わらないのですが、使ってみた時の差は意外と大きくて、回す量も少なくて済みます。それと全体の構造がこちらの2つに比べてより密着型なので、縦、横とつながる動きの回し方をするときに滑らかにつながりました。これは予想していなかったですね。回した時の音を比較してみると、セイルが一番静かで、リンダが一番大きいです。ファブニックとファインドベターはその間に入ります。コーナーカットとリバースコーナーカットについては、リンダキューブだけがコーナーカットの感触がありました。残りのキューブはコーナーカットが全くないので、回すのがぎこちなくなってしまいます。動画のまとめに入りましょう。今回は Amazon で価格の安い順に上位に出てくる 4×4 キューブのレビューをしました。コストパフォーマンスで考えるなら、リンダキューブは購入を考えてもいいと思います。決して回しやすいとは言えませんが、Amazon おすすめ順にした時に上位に並ぶキューブと大して変わらない性能を持っています。予算は絶対1000円までと決めている方にはリンダキューブをおすすめします。ただ 4×4 は特に磁石入りキューブの方がいいよと一つ前の動画でお伝えしておりますので、ぜひ先にそちらを見て、それから購入に踏み切っても遅くはないと思います。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。今月は一気に 4×4 キューブのレビューをしてみました。3つの観点から比較してみましたが、いかがだったでしょうか。次の動画は
3×3 のレビューです。今月紹介するキューブを探していた時にたまたま見つけた変なルービックキューブを3個紹介しますのでお楽しみに。それではまた他の動画でお会いしましょう。お届けしたのは遊びと C でした。